どうも皆さんこんにちは。今回はね、いつもとはちょっと違う感じの動画で、言ったら雑談ではあるんですけど、この動画が公開されるのが14日か15日かわかんないんですけど、12日のね夜に任天堂ダイレクトがあって、そこでね FF7 リメイクの、発売日が発表されましたよね。でそれと同時にね、任天堂のもろもろの細かいね、その FF7 リメイクの詳細とかスイッチ2移植版のねとかが発表されて、それで僕がちょっとねこれまずいなと思ったんですよ。何がまずいかっていう話で、まずその前に一つ自分の立場としてはね、もう FF7 リメイクもリバースもものすごく楽しんでやってるんですよ。本当にこんな面白いゲームないなと思ってて、で何でやってるかっていうと Steam でやってるんですね。プレステ5持ってなくて。で、何がまずいかっていうと、別にねスイッチ2スペックってそんな問題ないんですよ。30fps とかいろいろ言われますけど、でもそれはねそんなもうみんな割とどうでもいいことだと思うんです。でね、あともう一つあれですよね、FF7 の、その公式のアカウントが残りの3部作すべてマルチプラットフォーム、つまりはスイッチ2とか Xbox とかでも全部出しますよと、Steam でも多分同時発売になるのかな、3作目は。FF73 作目出るのは2027年の初めぐらいだと僕は読んでますけど、ちょっとこれねまずいなって思ったんです。で、何がまずいか、スペックね特に問題ないんですよ。スイッチ2僕結構やってきたんですよ。スイッチ2はもう発売日初日にからもうずーっと毎日のようにやってるんで、スイッチ2がどういうハードウェアなのかっていうのはもうだいぶ理解してるんですよ。で CPU、GPU の処理能力に関してはおそらく問題ないです。正直これリバースで今これ 4K で撮ってて、動画撮りながらだとね60出ないこともあるんですよ。こうやって結構早めにこう画面を動かすとね、でもここじゃそんなかな、55とかだなんだけど、ワールドマップとかに出るとちょっとカクつくことがあるぐらいの重さなんですけど、これはもう何も 4K で、しかもねこれ設定でねスタッツじゃなくてシステム、これもう全部マックスなんですよ。全部マックスでもうこんなんでやってるんですけど、ただこれもう 120fps 最大で、もう全ての設定高設定と、ただねこんなんしなくてもゲーム遊べるんですよ。グラフィック落としてもね全然なんか見てられるぐらいの性能で、それでね 30fps とか言って、いやこれこんな高い金払って 30fps はとかっていう人いるんだけど、マルチプラットフォーム展開ってことはさ、つまりは、ライトゲーマーに売りたいってことでしょ、 FF7 リメイクを。ライトゲーマーなんてその 30fps と 60fps の違いなんかまず気にしないし、バカにしてるかなと思われるかもしれないんですけど、正直720ピクセルと1080ピクセルの違いもパッと見で画質悪いってなるわけではないと思うんですよ、ライトゲーマーってね。自分は一応コアゲーマーの部類には値するって言ったら変ですけどにはなると思うんですよ。なると思うんですけど、そんなグラフィックそんな気にしなくてね、じゃあなんで 4K で撮ってんだよって話はあるんだけど、それよりもねやっぱりこのゲームがいろんな人に広まることが一番大事だなって思うので、そこはいいんですけど、一番問題なのが CPU、GPU じゃないんです。何が問題かっていうとね、ストレージなんですよ。ストレージ、スイッチ2ってね容量知ってます？いくらか。 256GB なんですよ。じゃあ FF7 リメイクシリーズはっていうと、1作目が要は FF7 リメイクですねは
スチーム版だと確か95ギガだったかな。これでもやばいですよね。じゃあこのリバースはっていうと、なんと、150ギガバイトもあるんですよ。恐ろしいっすね、本当にね。150ギガっすよ。自分この FF7 リバース買うためだけに、M.2 の SSD を買い足しましたから。それぐらい容量大きいんですよ、このゲーム。っていうのもね、仕方ないっちゃ仕方ないんですよ。だってこれがね、マップなんですけど、違うわ。これが、こんなに広くて、マップ。これでも全部じゃないんですよ。おそらくね、ここの北にある、多分ね、雪原エリアみたいなのが自作では追加されて、なんかロケット村とかね、あとはね、ユフィの故郷とかも追加されるであろうっていう中で、こんなにね、もうこのそれぞれのエリアだけでゼルダのオープンワールドぐらいのでかさがあると。でそれがこんなにエリアが 1,2,3,4,5,6,7 これは違うとして7個もあると。仕方ないっちゃ仕方ないんですよ。仕方ないんですけど、256ギガのさゲーム機でね、 FF だけで240ギガ使うっていう、ちょっと現実的ではないですよね。じゃあ最適化してるのかっていう話なんですよ、スイッチで。でそれがずっと自分気になってたんですけど、任天堂ダイレクトの直後でその答えが分かりましたと。結論、最適化失敗したみたいですね。はい。じゃあそれは何で分かるかっていうと、FF7 リメイクの任天堂の公式サイトから FF7 リメイクのダウンロードに必要な容量、つまりはそのゲームのサイズですねが分かるんですけど、それを確認するとですね、90ギガって書いてました。ほぼ最適化できてないですね。96ギガ中96ギガを90ギガに抑えましたって感じ。それは最適化したとは言えないよねっていうので、おそらく FF7 リバースも今後スイッチ2で出すっていう明言はあったんで、100抑えて130ギガぐらいじゃないかなって思うんです、僕は。だとするとこれはもう重大な問題で、ダウンロードできないですよね、誰も。130ギガのゲームなんて。でここまでならまだいいんですけど、だってダウンロードやろうと思ったらできますから、スイッチの半分ぐらいの容量を使ってやろうと思ったらできるんですけど、問題が3作目なんですよ。すでにね、ディレクターの人とかがちょくちょく情報は出したりしてるんですけど、どうやら3作目はね、飛空艇を使って世界を自由に飛び回れるようにしたいと。つまりやっぱ完全オープンワールドってことだよね。ってなると、さっき見せた通り、ただでさえね、こんなに広いんですよ、マップが。おそらくこの倍くらいのマップが追加されて、ましてや、ここのね、今ね、現時点では、このリバースではいけないんですけど、このミッドガル。おそらくこの中も詳細に描きたいっていう風に明言されてるんで、ってなると、150ギガで現時点でこれなんで、僕は250ギガぐらいいくんじゃないかなって見てるんですよ。プレステとか、プレステ何テラだっけ ?1 テラ？それでもちょっときついけどさ、もうちょっと大変なことになっちゃうよねっていう。おそらくその FF シリーズだけで400ギガ500ギガと占めちゃうっていう、そういう事態になっちゃうんですよ。これをちょっと本当に危惧してて、現時点でね、スイッチ2の容量増やす方法としてはマイクロ SD エクスプレスしかないんです。じゃあそれ変えようって話じゃないですか。正直ね、今のところ見てるとスイッチ2のためにマイクロ SD エクスプレスを買うっていう人は
まあごく少数派だなっていう風に見てて、まあ第一買えないっていうのはそうなんですけど、価格がとんでもなく高いんですよ。本当に。マジで高くてね、いくらだったかな、256ギガ。5000円、6000円で、まあ FF7 リメイクシリーズを全部ダウンロードするとすると、まあおそらく512ギガで足りるのかな、足りないよねって話で 1TB 買わないといけないと。まあ、するとおそらく1万円以上、1万2000円とか、そんぐらいの、まあ、お金が必要になると。FF7 リメイクのたびに、ライトゲーマーが、そんなことしますかって言われたら、まあ俺はノーだと思います。本当に。本当にね、本当にこの FF7 リメイクシリーズは、ものすごく面白いゲームだと思ってるんで、いろんな人にとにかくやってもらいたい。絶対に。なんか、まあいろいろ酷評されてますよね。FF7 リメイク。まあまず発売期間が長すぎる。で、まあ最初の方はプレステ5 1000倍と。うん。まあ、それは、まあ仕方ないことなのかもしれないですよ。スクエニとプレステっていうかソニーの関係ってね、すごい複雑なものがあって、昔 FF の映画が大失敗した時にね、ソニーが助けてくれたっていう、まあそういう過去があったので、まあおそらくそれ関係で、まあどういう契約結んでるのかっていうのは知らないんですけど、まあなんかあるんでしょう。なんかあるんだと思いますよ。ただ、いやー、もうずっとソニーに頼ってばっかっていうかね、じゃあもう厳しい時代には入ってきてると思うんです。まあ、現に FF7 リメイクもね、FF16 も全く、正直言って全く売れなかったと。大赤字を出したという中で、もうそういう時代ではないよなと。まあ、プレステ5も全然売れてないと。まあ正直言ってね、まああんまりこういうこと言うと、プレステ5が好きな人からね、叩かれたりするかもしれないんですけど、まあ事実そうなんですよ。事実。FF シリーズをプレステ5だけで出してるとね、全く売れないと。まあ、正直売れない理由はね、プラットフォームの問題がすごい大きいなというふうに思ってるんで、まあ、だからスイッチ2で出すっていうのは当然の流れなんですけど、本当に容量の問題だけは本当にどうにかした方がいいです。スクエニさん、マジで。確かあれですよね、 FF16 が夜100ギガ超えてたはずなんで、多分 FF16 もまあ移植したいっていう風にはね、ディレクター言ってたんで、まあやるんでしょうけど、スイッチ2移植において一番大事なのは、まあもちろん CPU、GPU のまあ限界まで性能出すことも大事なんですけど、一番はストレージっすね。まあ、割とみんなこういうこと言わないんですけど、本当にスイッチ2をずっとやってる人間としては、そこだけがとにかく心配です。本当に。やっぱこの FF7 リバースのね、完成度がものすごく高くて、まあ多分ないとは思うんですけど、打ち切りなんてことには絶対になってほしくないんですよ。まあ、すごい順調に開発は進んでるみたいで、まあ、そういうことは絶対まあほぼないと思うんです。ほぼないと思うんですけど、でもね、やっぱりこんないいゲームは売れてほしいんですよ、僕としては。FF7 リメイク大好きな人間としてね。まあちょっとここからはこの FF7 リメイクシリーズの何がいいかっていう話をしていくんですけどね。まあ、まず作り込みがとんでもなくいいんですよ。もうこんな見てもらったら分かりますよね。グラフィック現実化ってすごいっすもんね、こんなん。こういうのがもうあと7マップ、まあ見方によっては8マップあるわけで、とんでもないっすよ、本当に。もう自分もね、まあ
ゲーム作ってるというか、まだ発売はしてないんだけど、身としては、こんなんデバッグとかどうやってやるんだっていうレベルで、もう本当に尊敬しかないんですよ、このゲームを作ったチームに。なのにね、売れないと。はい。で、もう一個ね、このゲームにおいて、一番、もう一個っていうか、一番だね。一番いいなって思ったのは、FF ってね、どこからなのかな、途中からもうアクションに切り替わったんですよね、コマンドから。で、自分もどっちかというとコマンドバトルが大好きなんです。で、FF16 は、今ちょうどやってるんですけど、完全アクションなんですよね。コマンド一切なくて、もう、ファイヤーは三角ボタン連打みたいな、そんな感じなんですけど、じゃあこの FF7 リメイクはっていうと、すごくいい感じにね、まとまっててね、ほら、こんな感じで、やばい、倒しちゃう。強すぎて。こんな感じで、ウェイトモードって言って、ここでね、今使えないんですけど、魔法とかね、アビリティを使うことができると。アイテムも、この ATB ゲージが溜まるまで使えないと。ある意味原点回帰と言うべきかもしれないんですけど、本当にアクションとコマンドの融合させる完全体だなって思ってて、もう僕はもうこれから作るアクションゲーム、スクエニが作るアクションゲーム、おそらくドラクエ12とかもアクションゲームになるんじゃないかと。なんか採用情報とかでもアクションゲーム開発経験者を募集してるみたいな書いてたんで、おそらくアクションゲームになるんだろうけど、やっぱりこのシステムはね、本当にすごくいいなと思ってて、コマンドバトルが好きな人もアクションバトルが好きな人も両方とも楽しめるっていう、そういう素晴らしいシステムだなっていうふうに思ってます。で、あとね、もう一個、だいたいこのゲームね、自分は全クリに8、90時間ぐらい。でもそうだ、このミニゲームのやつだけね、死んだ課長のやつだけまだクリアしてないんですけど、むずすぎて、このクエスト一個一個クエストがあるんですけど、これがね本当によくできてて、原作やってる人とかもね、すごくここはハマるポイントじゃないかなと思うんですけど、いわゆる知られざるストーリーがクエストを進めることによってわかるみたいな。例えば FF7 リメイクのね、アバランチの過去とか、あと最後のとことかね、そういうとこ詳細に描かれたりするんで、クエストしっかりやろうっていう気持ちになれるんですよ。あとこの書き方もいいっすよね。このどこのクエストやってないかって明確にわかるっていうのも。あとね、これもね、本当に細かい場所ではあるんだけど、BGM の作り込みがすごいんですよ。こういうエリアごとに一個一個ね、フィールド BGM と戦闘曲のが別々に設定されてて、移動するごとに変わるんです。今流してないと思うんですけど、今はあれか、ゲーム内というか、後付けでゲーム BGM をつけてるかもしれないんですけど、本当にね、正直言って、やった人みんなこういうこと言うかもしれないけど、めちゃくちゃ面白い。なんで売れないのか分かんないというのが正直あります。あとはね、せっかくだからあれか、とにかくキャラクターがいい。これは前作に引き続くことかもしれないんですけど、はい、エアリス、パレット、マクラドンね、レッド13、ユーフィー、ティファでキャットシー、ケットシー、はい、めちゃくちゃいいキャラしてますよね。原作の何倍も作り込んでてね、原作改編とも取れますし、自分はね、原作よりリメイクを先にやった人間なのでね、特に違和感とかなくて、
逆に FF7 の原作をやった時にこんな短いのみたいな、こんなすぐミッドガル出ちゃうのってそういう風に思ってたぐらいなんで、特に違和感なくやってたんですけど、確かに原作やった人からするといやここは変えないでほしかったなみたいな、そういう場所はあるのかもしれないです。あともう一個このゲームの良くないところとして言われてるのがね、ミニゲームがあまりにも多いっていう。本当にね、もう行く街一つ一つにミニゲームがいっぱいあるんです。でも僕これはもうそんな嫌だったらやんなきゃいいじゃんっていうのが正直あって、ミニゲームなんてやんなくてもねゲーム進められますし、ないよりあった方がいいよなっていうのはあります。ただ正直ここを作り込むことによって自作の発売がね伸びちゃうとか、そういうのだったらなくてもいいなっていうのは正直思います。いやここまでねいろいろ FF7 の問題点とかいいとことかね言ってきたんですけど、本当に僕の思いとしては一つですよ。このゲームもっといろんな人に遊んでほしいんですよ。とにかくやらずにね批判するのは本当に良くないですよ。一度やってみてください。本当に面白いんで。たまにねセールとかでね Steam でFF7 リメイクとリバースが2つ合わせて6000円ぐらいだったかな。割とねめっちゃ安く買えたりするんで、それもね売れてないからっていうのはあるんだろうけど、ぜひねせっかくなんでやってください皆さん。自分もねこの後 FF7 リメイクがスイッチで出たら、スイッチ2で出たらもう一回スイッチ2版でね実況しようかなというふうに思います。スチーム版でも散々やったんですけどね。本当にねこのスイッチ2移植が成功するか失敗するのかっていうのはね正直ストレージ問題に左右されると思います。でも昔からねゲーム開発ってねストレージに悩まされてきたもんで、ゲームカセットの中にこのゲームカセットにどうやってこのゲームを入れるかと落とし込むかっていうのに散々苦労してきてね。古くは本当にドラクエ1、初代ドラクエから有名な話ですけど50音全部使えなかったみたいな容量の問題で、そんなことも言われたりしててね。今はそんな技術的な問題ってもう本当に減ってきてて、半導体も進化してるし、ただそれでもこのスクエニのデータ容量を考えないとしか思えないようなこの開発でね、その技術の壁すらも超えるゲームを作ってきて、正直ここは頑張ってほしいなって思ってて、最新作のねドンキーコングバナンザ、もちろんあれはねグラフィックにそんな特化したゲームではないんですけど、でもそれでもあれだけのゲームを作るって考えたらね相当な容量必要なんですよ本来。でもそれを10ギガ以内に収めるっていうね。実際エルデンリングのスイッチ2移植とか、あとゼルダとかもね全部大体結構そういう容量を小さくすることに成功してるんです。なので本当にここは力入れてほしいというか、正直 FF7 リメイクに関してはもう任天堂公式のサイトから90ギガで出しますっていうのがねもう出ちゃったので、もう遅いのかなとは正直思うんですけど、どうにかしてね今からでも間に合うのか分かんないんですけど、とにかくいろんな人の手に渡る工夫をしてほしいね。そしてソニー独占体制をどうにかしてほしい。本当にソニープレステ5持ってないんでっていうのはあるんですけど、もう本当にそれスクエニの首を絞めることにしかならないので今となっては。という
まあ FF7 リメイクスイッチ2移植に関する、心配な点とかね、この面白さとか、割とダラダラ喋っちゃいましたけど、こんな感じの雑談動画でした。本当にねいろんな人にやってほしいと何回も言いますけど、いろんな人にやってほしいと思ってますんで、ぜひねやってみてください。 FF7 リメイクやったら絶対面白いです。ということでご視聴ありがとうございました。